誰もいない証言台。この中に黒幕がいる前提か。なんで開けっぱなしなの？嫉妬だろ。睡眠薬飲んでたの誰が殺した判定なん？どれくらいの気温なの？さっきろうそくの話したのになんで思いつかないんだよ。ろうそく垂らされちゃう。ちゃんと全部出してよ。これメール関係ある？なんで処刑台で死ぬんだよ。なのかどうなった？結局なのかちゃんは戻ってこなかった。でもその分獄長に気づかれずに今も地下を探索し続けているはず。なのかちゃんは黒幕を探してるし、アリサちゃんを殺しなんてするはずない。逆に言えば、もし本当に黒幕がいるなら、なのかちゃんのことを処刑しようとしててもおかしくはないかも。なのかちゃんのこと裁判から守らないと。急に長く喋るの。なのかさんなしで始めていいんですよね。もう誰もいない証言台。なのかちゃんはずっと一人で外を探索してたみたいだし、この事件に関係ないと思うよ。そんなんわかんなくない？まあいなかったらいなかったで欠席裁判になるだけ。私は別に問題ないわ。アリサちゃんのためにも真相を明らかにしなきゃ。大丈夫。きっとなのかちゃんだってやってない。とにかく今ある情報でわかることを調べるんだ。それじゃあ見つかった死体のことおさらいしてみましょうか。ええ、そうしましょう。被害者アリサちゃんは電気椅子に座ったまま死んでいたわ。彼女がどうやって殺されたかなんて考えるまでもないわね。電気椅子で死んだ目に見せかけてるよね。死とアリサは殺された。電気椅子で処刑されたの。本当にそうか？死体の状況を説明してメルルちゃん。アリサさんの死体は電気椅子に座った状態で発見されました。体には火傷もあって。電気のやけど？高圧電流を流されたから体に火傷ができたんでしょうね。さてこの電気椅子について詳細を獄長から聞いているわ。電気椅子を起動するにはパスコードが必要だったの。誰でも起動できないよう安全装置がついてたのね。いや、どうやって起動した？当然コードを知らない私たちには電気椅子を使うことはできないわ。でもなのかちゃんなら別。なのかちゃんの原子か。過去を原始する魔法なら電気椅子のパスコードぐらい触れただけで読み取れたはずよ。つまりなのかちゃんこそがアリサちゃんを電気椅子で処刑した犯人なのよ。そんな分かりやすくするかな？マーゴちゃんの言う通りなら確かに電気椅子を起動できたのはなのかちゃんだけなのかもしれない。でも他に考えられる可能性はないかな。いろいろ可能性を考えてみよう。コードをコードは割り出せた？割り出せないよね。原子で割り出せてるかもしれんけど、正確性わかんないし、魔法だしな。知らない私コードなしで使えた。いや、コード使わないとどうしないでしょ。なのか以外も知ってる。黒幕がやったんじゃないかってるよね。過去を原始する魔法じゃなかった。原始する魔法でしょ。だから銃手に入れられてるし、怪奇メディアの魔法を解き明かしたよね。触れられなかった。押す人は触れられないでしょ。電気椅子のなのかちゃんか。ちょっと待って、マーゴちゃん。電気椅子の起動パスコードを知っている人、それはなのかちゃん以外にもいたはずだよ。獄長は知ってる？その人は獄長。黒幕？獄長なら分かってるはずだよ。じゃないと起動できないし。でしょうね。で、獄長が犯人だっていうつもり？違うよね。その可能性もあるんじゃないかな。する？でもこの前だってなのかのやつそう言ってたじゃん。犯人は違ったけどさ。運営側が殺人を犯したらもうゲームの意味がないしな。獄長が犯人の可能性を追うのはいいのだけど、でもなのかちゃんが殺した可能性も消えるわけじゃないと思うわ。獄長がやったというならその根拠を示してもらわないとね。確かにそうかも。まだ獄長がやったっていう根拠は見つけてない。獄長がしているのは当然として、他にこの牢屋敷にいる人でパスコードがわかりそうな人はいないかな。新たな可能性を提示して議論を先に進めるんだ。進んだのか？その人は黒幕？誰だ黒幕って。黒幕。この牢屋敷を支配する黒幕なら当然知っているはずだよ。この中に黒幕がいる前提か？なるほどね。確かにそんな存在がいるなら分かってないとおかしいわね。本当にいるならだけど。なのかちゃんはずっと黒幕を追っていた。僕たちの中に実際に黒幕がいるのかは僕にもわからない。もしかしたら今までの事件や裁判の中で死んでいる可能性だってあるのかもしれないけど、でも可能性はあるはずだ。そんな可能性ある？黒幕が死ぬことある？獄長判断してないの？まあ少なくともこの牢屋敷を用意した黒幕なら知っていてもおかしくはなさそうね。逆に言えば犯人は黒幕なのかもしれないわね。黒幕？確かにマーゴちゃんの言う通りかも。今回の裁判の結果で黒幕をあぶり出せればマーゴちゃんたちもなのかちゃんに協力してくれるかも。それならなおさらアリサちゃんを殺した犯人を見つけないと。でもねエマちゃん、私がなのかちゃんを疑う理由はまだあるのよ。理由？エマちゃんはなのかちゃんが犯人じゃないと信じているみたい。何を握ってる？これを聞いてもまだその主張守りきれるかしら。現場にはろうそくが落ちていたわ。ろうそくには使われた形跡があったし、ろうが溶けて床に落ちた跡もあった。つまり
これはアリサちゃんがろうそくを使っていたということね。何のために？それがどうかした？ろうそくに火をつけてたことが何の証明になんの？ろうそくを使う状況、それってどんな状況かしら。暗い。明かりが欲しい時でしょうか？その通り。つまりアリサちゃんは夜にこの裁判所にいたということよ。何のために？このことからアリサちゃんは私たちが外に出られない時間、行動してた？真っ暗な深夜の裁判所で殺されたんだと思うわ。でも昨晩私たちは各自の部屋に戻っていたわ。牢の外で行方をくらましていたナノカちゃんにしかこの犯行は不可能なのよ。誰でも出られるんじゃないの？分かったかしら、エマちゃん。マーゴちゃんの意見は一見筋が通っているように見えるけど、でも別の可能性はないかな。事件当時の現場の状況を想像してそれを指摘しよう。ろうそく使う状況、ろうそくは使われなかった。いや、ろうそくは使われてるよね。使用された形跡ある。真っ暗な深夜以外もろうそくを使う。それは知らない。どういう目的かわかんない。裁判所以外で殺された。この場所以外で殺された可能性はある。裁判所には入れなかった。でも定期的に開けてるでしょ。あの3つの中のどれかか。裁判所以外で殺された。それエマだけが握ってる情報だよね。裁判所には入れなかった。裁判所に入れなかった可能性もあるよね。で、なんで裁判所死んでんのみたいな感じになるよね。やってみるか。裁判所って本当に入れたのかな？いや、わかんない。昨日の夜アリサちゃんが入れたとは限らない気がするけど。でも実際に死体があるから入れたんでしょうね。今朝は入れたけれど。待てよ、そういえば昨日メンテナンス？ただ前回の処刑の時もですが、どうやら処刑台の調子が悪いようで、なんで開けっぱなしするんだよ。一度明日の午後本格的にメンテナンスをする予定です。やれやれ。昨日局長がメンテナンスするって言ってたかも。じゃあ夜も裁判所に入れた可能性は高いんですね。そうみたい。なんで開けっぱなしなんだ。エマちゃんが適当なことを言った可能性も高いみたいね。そうみたい。夜裁判所に入ることは可能だった。確証はないけどそれを否定する要素もない気がする。でも他の話は正しいのかな？何かアリサちゃんの殺された状況の可能性を狭められる証拠があったかもしれない。殺人現場違うのかな。いや、電気椅子で殺されたって話になってるから、いや、電気椅子で殺されてるよねみたいなこと言える。いや、でも場所はそこじゃないかもしれない。一回動いてんだもん。深夜以外もろうそく使う。裁判所以外の場所で殺された可能性はないかな？じゃあどこで？それをみんなで考えていこうと。今じゃないのか、これ。エマちゃん、今はみんなでいつアリサちゃんが殺されたのかを考えているの。聞いてないこと勝手にい言うな。つアリサが殺されたこと？ろうそく深夜以外使う予定ある？まあ、前回朝にもろうそく使われたけどね。事件式で。真っ暗なし。深夜以外もろうそく使う。ちょっと待って、マーゴちゃん。処刑台が動いた時間の話は僕も獄長から聞いたけど、むしろ深夜に犯行は起きていないんじゃないかな。あら、それはどうしてかしら。だって処刑台は昨晩の21時と今朝の9時に動いていたんだ。しまわれていたからか。そして21時から9時の間は地下にあった。だから犯行が起きたのは夜21時前か朝9時以後。つまり僕たちが外に出られない深夜の時間帯以外なんだ。仮にろうそくが明かりとして使われたなら夜21時前なんじゃないかな。なるほど、確かにそうね。エマちゃんの言うことも一理あるわ。でもそれだとやっぱりナノカちゃんかエマちゃんが犯人で間違いないみたいね。今も疑われてる？アリバイがあるのよ。私たち3人はね。 3人にアリバイがある。昨晩の21時前、私たち3人にはアリバイがあるわ。そうでしょ、メルルちゃん、ココちゃん。はい。昨晩私はお二人を励まそうと中庭でティーパーティーをしようとして。ああ、メ覚えてたな。ルルちゃんが言ってたことだ。僕が夜に地下を探索してた時のことかも。その時アリサのやつも見かけて声かけたけど来なかったんだよね。確か夜の20時ぐらいだったかな。どっちにしろ21時まではあっちらずっとアリバイあっから。つまり私たちにはアリサちゃんを殺すなんて不可能なの。あの電気椅子で処刑をするには裁判所にいてボタンを押さなきゃダメでしょ。でも私たちにお茶会を抜け出した者はいないし、電気椅子が遠隔操作できるように改造されたような形跡もない。つまりやっぱりナノカちゃんにしか電気椅子は使用できないのよ。もしくは同じくアリバイのないエマちゃんね。あなたたちにしかできないの。電気椅子で死んだってことで話進めるのか。それまで調べた情報にマーゴちゃんの話を否定できる材料がなかったかな。些細なことでも不確定な情報でもいい。探してみるんだ。僕を誘わないおかしい。嫉妬だろ。今こんなこと言わないから。3人で口を合わせてるだけ。3人が共犯。そんなことないでしょ。メリットあんの？実際手を加えたやつが勝つから、3人で共闘する意味がない。でも私たちにお茶会を抜け出したやる気ない。3人に張ってるからね。最初から遠隔操作ができた。遠隔操作ができた。やっぱりナノカ電気椅子は故障していた。不具合による電気椅子故障してた。あれか。
マーゴちゃん、そう決めつけるのは早いよ。あら、それはどうして？国長から聞いたんだけど、電気椅子には不具合があったらしいんだ。もし不具合があって電気椅子が使えなかったとしたら、アリサちゃんがいつどこで殺されていてもおかしくないよね。アリバイの証拠は崩れるはずだよ。電気椅子が使われた形跡はあるのか？なるほどね。確かにエマちゃんの言うことが本当ならそうかもしれないわ。で、その不具合って何なん？完全に壊れて動かなかったってこと？これは答えてくれそうだよね。それは、つい話に出しちゃったけど、詳しいことは聞いてないかも。国長、みんなに説明してあげて。はいはいなあ、電気椅子の不具合ですね。あれは高速機能の不具合ですね。電気椅子は流せるんだ。高速はできないんだね。どうやって高速させたかだよね。薬使って先に殺して電気椅子流したんじゃないかな。高速する分にはいいんですが、一度拘束されるとなかなか解けないんですよ。これ拘束されてんの？わかんないな。何回か押していれば解除されることもあるんですが、運が悪いとなかなか解除されないんです。スイッチがへたっているのかもしれませんね。でも処刑機能には影響がないはずですよ。そう、ありがとう国長。それなら電気椅子を使って処刑をする分には問題はなさそうね。それはどうなのかしらエマちゃん。高速機能に不具合があったら処刑に問題があったのかなかったのか答えてほしいわ。高速機能の不具合、それについて問題は？抵抗するでしょ、アリス。いや、問題はあるよ。この電気椅子は拘束された状態でないと、電気を流すことはできないようになってるはず。まず拘束させて、パスコードで電気でしょ？てか、火傷痕、顔に火傷痕ある。一応、火傷の跡あるから、電気は流されてるのか。誰かが拘束された状態で電流ボタンを押すと爆発電流が出る。だから、拘束しないと電気流せないんだね。でもアリサちゃんが発見された時、拘束はされていなかった。これ拘束されてないんだ。電気流れてんだよね。一度拘束されたらなかなか外れない。なのに拘束が解かれているのはおかしいよ。確かにそうかもしれないわね。それならあれは？あれ？いいえ、なんでもないわ。あれってなんだよ。でもエマちゃん、ナノカちゃんが犯人ならスイッチの接触不良の不具合があるということも魔法で知っていたかもしれないわ。それはもし事前に知っていれば何度もボタンを押すことでたまたま運よく拘束が解除される可能性もあると思うの。あくまでも接触不良であって完全に壊れていたわけではないんだからね。可能性の話だ。そんな。けど、いくらなのかでもあのヤンキー相手に簡単に拘束とかできるもんかな。めちゃくちゃ抵抗されね。それこそこの部屋が大炎上するぐらい。アリサさんが亡くなったのが夜だとしたら、睡眠薬を飲んでいたのかもしれません。それで気分飲まされたんじゃないのか。魔女化したものも殺せる。それ扱ってるのメルルだからな。それなら抵抗できなくてもおかしくないですよね。あら、アリサちゃんは睡眠薬を飲んでたのね。田渡ここもなんか睡眠薬飲んでたな。薬入れ替わった？はい。医務室にあるのを見つけたので、希望の方にはラベルをつけて処方してるんです。待てよ。ラベル変えたら間違えるよね。でもそれが殺した犯ってなんの？自殺なのか？犯人は存在しないとか。でもその後誰かがいじってんのよね。なんで状況荒れてんだ？私が勝手にやってることではあるんですけど、でも強いお薬なので飲みすぎないよう注意をしてほしくて、これそのお薬と同じものです。アリサは眠ってる間に殺されたってことね。ま、苦しまなくてよかったじゃん。睡眠薬。メルルがアリサに渡した薬と同じもの。強い薬なのでメルルが管理しており、ラベルに薬の名前が記入されてる。ラベル変えたらそうできるよね。ええ、そうでないなら全身に電流を浴びた痛みを受けていたでしょうしね。仮にアリサちゃんが電気椅子で処刑されたのだとしたら、ナノカちゃんぐらいしか犯人はいない。ナノカちゃんを信じるなら、電気椅子は使われなかったはずだ。本当にそうなのかな？電気椅子が使われたとは限らないと思うけど。ならエマちゃん、あの死体の状況どう説明するのかしら。やけどろうそく使ったんじゃないか。アリサちゃんの死体は水で濡れていたわ。エマちゃんは知ってるかしら。電気椅子で処刑するときは体を水で湿らせるの。そうなの？おそらく犯人は眠ったアリサちゃんをスムーズに殺すために濡らしたんでしょうね。もし途中で目を覚ましでもしたら面倒だもの。電気を流しやすくするためか。落ちていたガラスの破片はそのための水を汲んできた容器か何かが砕けたものなのかもしれないわ。アリサちゃんは電気椅子で処刑された。そうでないと水で濡れていた説明がつかないの。そして電気椅子が使われたとしたら犯人はナノカちゃんかエマちゃんだけ。何か反論はあるかしら。ガラス瓶が割れてたのはなんだ？電気椅子が使われたなら、確かに僕かナノカちゃんしか犯行ができないのかもしれない。これまで見つけたものの中で、
アリサちゃんの死体状況を説明できそうなものはなかったかな。マーゴちゃんに証拠品を突きつけるんだ。ガラス瓶わかんないな。あったんじゃん。エマちゃん知ってるかしら。電気処刑ではなぜ水をかけるの？電気を流しやすくするために。そうなの？そもそも電気椅子で処刑するときってどうして水をかけるのかな。あらエマちゃん、水は電気を通すのよ。ですが人体の主成分は水とはいえ、乾燥した状態の人の体はあまり電気を通しません。だから電気処刑をするときは囚人の体を水で湿らせておく。そう聞いたことがあるわ。そうじゃないと処刑がうまくいかなくてなかなか死ねなかったり、全身がこんがりと。つまりアリサさんは素早く体の内側まで通電させるために水をかけられたということですね。水かけられた。わかんないけど。アリサちゃんは電気水の話。シャワー浴びていた。水をかけられていない。スプリンクラーが作動した。水をかけられていないでいいのか。今日水かけられてるもんね。水をかけられていない。なんで？いや、アリサちゃんは水をかけられていなかったはずだよ。どういうことかしら。濡れてるのに？アリサちゃんの体が濡れた理由、それを示す証拠は？体が濡れていた理由。髪や服が濡れている。いつ濡らしたかわかんないよね。冷凍。凍るから。地下冷凍室で繋がってるよね。地下冷凍室へと下がる。地下冷凍室か？合ってる？アリサちゃんが昨晩死んだ後、この裁判所ではある出来事が起こったんだ。それは、処刑台の移動だよ。アリサちゃんは処刑台を移動させられて、地下のある場所に送られたんだ。ある場所？そう。それは、地下の冷凍室だよ。もう一度上がってきたタイミングでもう一回濡らしたのか。冷凍室？何それ？いや、そもそも凍ってないから、水をかけられてなくて、やっぱり電気椅子流されたように水でかけてるのか。私も極長からさっき聞いたわ。処刑された魔女は不死。だから動きを封じるために処刑台ごと地下の冷凍室に送られて凍らされるって。処刑台の移動記録が正しいなら、アリサちゃんの死体は昨晩、その地下冷凍室にあったことになるはずだよ。そうして一晩凍らされた死体は、朝に地上に出て解凍されたんだ。それなら水をかけられていなくても、アリサちゃんの体は湿ってておかしくないよ。どれくらいの気温なのわかんないな。確かにエマちゃんの言う通り、アリサちゃんの凍った体が解凍されたことで濡れたという理屈は成立すると思うわ。アリサ凍ってたの？地下移動した時点で。解凍されたから濡れてるってこと？そんなに気温低いの？でも忘れてないかしら。アリサちゃんの体にはもう一つの電気椅子の痕跡が残っていることを。電気椅子の痕跡やけどでしょ？なんでこんなややこしいことになってんだ？地下行った時点で冷凍されるのか？そんな凍るか？死体だったら暖かさないから凍るのか？もうなんか冷凍庫に入ったら凍るかと思ってたけど、死体だったら置いてたけど凍るのか？電気椅子の痕跡？長時間マイナス行ってたら凍るのか？さあ、その理由をあなたに答えられるかしら、エマちゃん。アリサちゃんの顔には火傷のような跡がついていたわ。ろうそくじゃないの？偶然にもそれは美しい蝶のようになっていたみたいだけど、あの火傷の模様こそが電気を流された証拠ね。確か伝聞と呼ぶはずよ。水をかけられていたかかけられていないかにかかわらず、アリサちゃんのあの傷は彼女が電気椅子で処刑されたことを示しているわ。ろうそくでつけたんじゃないの？でもこの蝶の形、なんかノアの死体を思い出すな。関係ないことは黙ってくれるかしら、ココちゃん。今はナノカちゃんが犯人という議論を進めるんだから。はあ？感想言うぐらい別にいいじゃん。ココちゃんも怒られてる。別にマーゴちゃんとココちゃんが協力してたりはしないみたいだ。アリサちゃんの方の火傷跡はどうしてついたのかな？何か推測できそうなもの見たことなかったっけ？ろうそくでいいのか？あのやけどのも電気以外でもつけられる。早いな。待ってマーゴちゃん。電気でついたとは限らないと思うよ。あら、そうかしら。でもエマちゃん、可能性だけならいくらだって言えるわ。具体的に一体何がアリサちゃんに火傷をつけたというのかしら。さっきろうそくの話したのになんで思いつかないんだ？アリサちゃんに火傷をつけたもの。それは、ろうそく？ろうそくで火傷をつけたんだ。ろうそくでどうやってあんなやけど跡を？かなり細かな傷だと思いましたけど。難しいのか？エマちゃんで試してあげましょうか。ろうそくのろうってとっても熱いのよ。ろうそく垂らされちゃう。他にないかな？ろうそくじゃないんだ。薬で焼いた蝶のマークあるけど。あの模様と同じもの。それは、これだよ。後をつけたの。それはメルルちゃんの渡した睡眠薬だよ。これはメルルちゃんがアリサちゃんに渡したものとは別の新しい瓶だけど、でもこの瓶、蓋に蝶の模様が刻まれてるんだ。確かにアリサのやけどそっくりだ。メルルちゃん、アリサちゃんに渡した瓶の蓋には、この模様がついてたのかな？瓶をろうそくで温めたのか？同じものがついていたと思います。だとしたらやっぱり、アリサちゃんのやけどは睡眠薬の瓶でできた後なんじゃないかな。でも
睡眠薬が勝手に熱くなるわけないじゃん。アリサの顔に火傷がついたのはなんでさ。アリサちゃんの顔に蓋の模様通りの火傷ができた理由、それは蓋が熱かった。魔法で自分で温めたの。アリサちゃんの魔法だよ。現場にはろうそくを使った跡もあったけど、マッチやライターなんかは見つかっていない。これはアリサちゃんの炎の魔法が使われた痕跡でもあるよね。だったらこの蓋だって炎で熱せられていてもおかしくないと思う。辺りにはガラスの破片も飛び散ってたよね。もしかしたら瓶が割れたのも熱したタイミングなのかも。でもだとしたら、どうしてアリサさんはそんなこと。なんでこんなややこしいことやってんだ。待ちなさい。エマちゃんはどうしても電気椅子が使われなかったことにしたいようね。そういうわけじゃないけど、でも現場の状況は。そう、現場の状況よ。仮に電気椅子が使われなかったとすると、大きな矛盾が発生するわ。それに答えられないようなら、エマちゃんの推理は意味をなさないの。大きな状況。アリサちゃんが感電死したと思ったのは、何も電気椅子に座ってたからだけじゃないわ。ねえメルルちゃん、あなたならアリサちゃんの死体を見て何が死因だと思うかしら。そうですね。詳しいことは専門家でもないので分かりませんけど、毒死。外傷がないので体の中身の問題だとは思います。病死や窒息、溺死や毒殺。そう、つまりアリサちゃんはある意味病死のようなものだったんじゃないかしら。強い電気ショックは止まった心臓を動かすこともあるけれど、逆に止めることだってあるわ。電気椅子は長時間高圧電流を流して処刑する器具です。なのでちゃんと処刑された場合はもっと黒焦げの死体になっていそうですが、まずだったら早くする。短時間電流を流されただけであれば外見上の変化がほとんどなく死んでしまうこともあるかもしれません。ショック死という言い方の方が分かりやすいかもしれないわね。どうもエマちゃん、現場に他の凶器が存在しない以上、アリサちゃんは電気椅子によって感電死したと考えるのが容器か。そう思わないかしら。容器に突っ込む。感電死じゃないってこと。アリサちゃんが電気椅子で殺されたなら、それができるのはアリバイのない僕かナノカちゃんだけだ。だから電気椅子は使われてないはず。そしてアリサちゃんを殺した凶器は僕たち以外でも使えたはずだ。他の人も使えたアリサちゃんを殺せた現場から消えた凶器、それが何か分かれば。無理か。現場に他の電気椅子は不具合があった。いや、あったね。他の凶器で殺された。睡眠薬飲みすぎると良くないけどね。他の凶器で殺された。これ一発刑事しなくていいの？いや、違うよマーゴちゃん。アリサちゃんは別の凶器で殺されたんだ。あら、なら当然だけど教えてくれるのよね。その凶器が何だったのか。アリサちゃんを殺した凶器、それは睡眠薬。おっと、睡眠薬ではないよね。これまでの議論で分かったこといや、や証拠薬系か。それらは全てある一点の方向性を示していた。ナノカちゃんを信じるならこれしかない。犯人がアリサちゃんを殺すのに使った凶器、それはこれだよ。睡眠薬？まさかその瓶で殴ったなんて言わないわよね。そんなことしたら傷が残るしね。アリサちゃんを殺した方法、それはオーバードーズだったんだ。飲みすぎ？そんなんで死ぬの？なんですって。オーバードーズって薬の飲みすぎってこと？薬の過剰摂取。確かにどんな薬にでも致死量が存在するわ。それがたとえ比較的安全な睡眠薬だったとしても。めちゃくちゃ濃い成分含まれてたの？確かにあの睡眠薬は強力なもので飲みすぎてはいけないものですが、でもそんな痕跡あった？オーバードーズされた痕跡、それはあったとも言えるしなかったとも言えるよ。だって現場には一滴も睡眠薬が残されていなかったんだから。そういえばあの睡眠薬の色は青色だったよね。はい、誤飲や水に混ぜることを防ぐために着色されていたものだと思います。でも現場には青い液体なんて残っていなかった。それはつまりアリサちゃんが飲んだってことじゃないかな。ちょっと待ってよ。全部飲んだら死ぬな。じゃあエマッチは犯人が誰だって言ってんだよ。二つなの？アリサちゃんに睡眠薬を飲ませた犯人、それはこの人だ。ベルルがラベル貼ったってのはあるけど自分で飲んだよね。犯人はアリサちゃんに睡眠薬を飲ませられた人物。僕やナノカちゃんが飲ませたわけじゃないし、そもそも睡眠薬には誤飲したりしないよう色もついていたんだ。ならそれは一人しかいない。犯人は死とアリサちゃん、あの子自身だよ。自分自身で死んだの？そんなにこういうことになるの？自分の疑いをそらすためにそんなこと言ってんじゃねえの？そんなことないよ。これは証拠品を調べて何が起こったのかを推理した結果だよ。仮にアリサちゃんの自殺だったとして投票はどうなるのかしら。誰か一人処刑される魔女を選出する。
それがこの裁判よね。いや、規則あるね。犯人が存在しない場合、これが認められたら裁判中止になる。死者は魔女として投票できない。なぜならそもそも魔女は死なないんだもんね。それは国長。はいはい。話は聞いてましたよ。これは困りましたね。あまり特例を作ってほしくはないんですが。でも実際に起こったことなんだ。まだ可能性の段階ではありませんか。それはでも状況としてアリサちゃんの自殺しかありえないよ。やれ工場ですね。ではこうしましょう。なんでこんなややこしいことになった？このガラス瓶はなんだ？自分で割ったのか？捜査側はなんだ？全会一致で死とアリサに投票する。それができるなら死者が魔女であると認めましょう。全員の意見が一致したら認めてくれるってことだね。ええ、いいですよ。団子のようなことはやめてくださいね。一応客観的な証拠があるのは前提条件です。分かった。証拠でみんなに納得してもらえれば問題ない。そういうことでいいのかな。ええ、もちろん途中で方針を変えて魔女を差し出してもらっても構いませんが、どうぞお好きに頑張ってみてください。やるしかない。真実がアリサちゃんの自殺ならそれを明らかにするんだ。エマちゃん、本気でアリサちゃんの自殺だと考えているのね。それで説明ができるはずだよ。そうなら新しい証拠を提出するわ。今更なんで証拠隠すんだよいつも。ちゃんと全部出してよ。これよ。てか、証拠後から出すのダメでしょ。普通全部提出して話し合うでしょ。何後から証拠出してんだよ。認められないぞ。アルミの蓋よ。少し溶けているけどね。なんでそんなもん持ってんだよ。アルミの蓋。溶けかけたアルミ製の瓶の蓋。蝶のような模様が刻印されている。強い力がかかったのか、ひしゃげて歪んでいる。これでつけたってこと？酔ったのか？いいわ。それじゃあまずはそれを説明してあげる。この蓋は私が現場で死体を発見した時に見つけたものよ。私第一発見者だもん。なんで隠してんだよ。その時アリサちゃんの死体は今と同じ体勢で電気椅子に座っていたわ。その顔には蝶のような模様が刻まれていてね。そして床に落ちていた蓋を見つけた時、ふとノアちゃんの事件が頭をよぎったの。このままじゃ自分が疑われるかもってね。もしかしてダイイングメッセージでしょうか。そうね。あの時と同じくアリサちゃんが犯人を告発するために残したなんて言われたらたまらないでしょ。だって明らかに蝶の模様なんだもの。私の衣装と同じ。そうだね。だから隠しておいたの。何か問題あるかしら。問題終わりじゃん。証拠品隠すなんて怪しすぎるだろう。マーゴかわいそうだな。やけどはマーゴが殺したっていうアリサのダイイングメッセージだった。そう思われても仕方なくない？ごめんなさいね。でもエマちゃんは私のことを信じてくれるわよね。だってエマちゃんはさっきアリサちゃんの自殺だって断言してくれたんだもん。今さら意見を覆して私を裏切ったりなんてしないわよね。何を求めてるんだ。マーゴちゃんが証拠を隠してたなんて。でも提出された証拠で事件の大筋が変わるわけじゃないはずなら信じるんだ。みんなのことを信頼できるから揺さぶってるのか。明らかに蝶の模様でしょ。蝶の模様。マーゴにはアリバイがある。マーゴが殺した犯人は蝶だった。何言ってんの？蝶じゃないでしょ。犯人を示していた。やけどは事故だった。何のためにやけどの傷をつけたの？そもそもなんで電気椅子事故で済ませるの？信じるな、やけどは事故だっていいのか。信じた。アリサちゃんのやけどは事故だったんじゃないかな。はあ？都合いいことある？でも実際それは起こったんだ。事故でやけどがついたそんな現象が。現象？それはマーゴちゃんが提出してくれたアルミの蓋と、そしてもう一つの証拠品が示していると思う。アリサちゃんのやけどが事故だった証拠。それはこれだ。強い力がかかったのかひしゃげて歪んでる。歪んでるのって確認したからでしょ。散らばってる数メートル離れた場所にあるものだった。これ事故と関係あんの？ガラスの破片。このガラスの破片を見てほしいんだけど、すごく遠くまで飛び散ってるんだ。爆発したの？普通に地面に落として割れたならこうはならないよね。確かにそうかも。アルミの蓋が溶けかけていることからも睡眠薬の瓶が熱せられたのは間違いないと思うんだ。爆発した？でもその時瓶は割れてしまった。現場の状況から考えると爆発したんじゃないかな。爆発？そう考えるとガラスの破片の状態もアルミの蓋の状態も辻褄が合うんだ。アリサちゃんの炎は強力だからね。素早く熱せられた瓶の中の空気が膨張したんだ。急に饒舌になるな。熱せられていた蓋も
強い圧力がかかって飛び出した。そしてアリサちゃんの顔に張り付いたんだ。そう考えればアリサちゃんの顔に火傷の跡が残った理由も説明できるよ。おかしくねえかそれ。そんな都合いい推理。そもそも問題があるんじゃねえの。これ自殺の方向に持っていくのか。納得できる説明ができないなら、やっぱエマッチ、私のことを騙そうとしてんだろう。違うって言うなら、証明してみろ。証明してみろ。アリサが瓶を炎で炙ったら爆発した。なんで炙ったの？確かにそれなら顔に根性焼きみたいな跡が残るのも納得できるけど、じゃあそもそもどうしてあいつは瓶を炙ったりなんかしたんだよ。これ疑問だよね。瓶なんて炙っても何にもなんねえじゃん。お湯が必要だったとかでしょうか。睡眠薬で一息ついてんじゃねえよ。アリサに瓶を焼く理由なんてないじゃん。それよりエマッチが殺そうとして反撃した時の事故とか、マーゴの犯行を示したダーイングメッセージとか、そっちの方がしっくりくるし、みんなグルになって私のこと騙そうとしてるんじゃねえの。おこちゃん、疑心暗鬼になってるみたいだ。アリサちゃんがどうして炎で瓶を炙ったのか、何か説明がつきそうな証拠はないかな。何か状況が一変したからじゃないか。アリサちゃんのことだから無意味なことではないと思うんだけど。エマがなんかいじった状況が変わったからか。処刑台が動いたことと関係ある？反撃の証拠はない。事故ではない。ダイイングメッセージだった。死ぬ間際に何かをしようとしたのか。死ぬ間際に何かしようとした。何か伝えようとしたのか。アリサちゃんが瓶を熱した時、瓶の中身は空だったはずだよ。なんで燃やそうとするんだ。そうじゃないと現場に青い薬の痕跡が残っているはずだからね。はあ？だからどうしたんだよ。それが一体。だとしたら瓶を熱した時はアリサちゃんが睡眠薬を飲み干した後、死の間際だったんだよ。はあ？何が言いてえの？アリサちゃんは死にながら僕たちへのメッセージ、つまりダーイングメッセージを残したのかもしれない。薬飲んだ時もしかしたら睡眠薬じゃなくて違う薬だったから、薬を燃やして薬ってことを伝えたかった。アリサちゃんが睡眠薬の瓶を燃やしたのはこの人のことを伝えたかったんだと思う。睡眠薬を燃やしたのはこれメル関係ある？それは北見メルルちゃん、君のことだ。私ですか？メルちゃんが殺したってこと？ラベルが違った？アリサちゃんはメルルちゃんが犯人だって思われないようにした。これしかないな。薬で死んだと思われないようにした。そう僕たちが勘違いしないよう証拠となる痕跡を消そうとしたんだ。アリサちゃんが消したかったもの、それは睡眠薬のラベルだよ。ラベル？ラベル？自殺睡眠薬じゃないのか？なるほどね。アリサちゃんが渡された睡眠薬の瓶にはメルルちゃんの名前が記載されていた。自分の名前書いてるんだ。そう、アリサちゃんは死の直前それに気づいたんだ。もしそのラベルが発見されたらアリサちゃんのメルルちゃんに毒殺された、そう僕たちが勘違いするかもしれない。なんで処刑台で死ぬんだよ。もっと安全な場所で死んだらよかったんじゃないか。なんでわざわざ電気椅子で死ぬんだ。だからとっさに炎で紙のラベルを焼いたんだよ。メルルちゃんに罪を着せないために。電気椅子で自殺したからややこしいことになってるじゃん。私のためにメルちゃんをかばったっての？自分があとちょっとで死ぬって時なのに？そうだよ。アリサちゃんはきっと誰も巻き込まずに一人で死のうとしたんだよ。そんな。そうだったのね。でもエマちゃん、私にはまだ一つ気になることがあるの。処刑台が動いたこと？それはね、動機を自殺する動機？納得するためにはそれについて話す必要があると思うわ。なんかマーゴと対決してるみたいになってる。人を殺すには動機が必要だわ。たとえ殺す相手が自分自身だとしてもね。魔女化進行してるからじゃないの？どうしてアリサちゃんは自ら死を選んだのかしら。アリサさんが睡眠薬を必要としていたのは確かです。だから普段から夜眠れないぐらいに悩んでいたのだと思います。そりゃこんなとこに長くいたら頭もおかしくなるっての。飯だってまずいし部屋だって無事にできたないし、っていうか監禁されててまともでいられるやつなんているわけないじゃん。けど何か自殺のきっかけになるものがあったんじゃないかしら。見ようによってはそれがアリサちゃんを殺した犯人とも言えるかもしれないわね。もしアリサに自殺をそそのかしたやつがいたら投票するってこと？私は別にその人に投票しても構わないと思ってるわ。これは魔女裁判。外の世界の法廷とは無縁なんだもん。何言ってんだ。アリサちゃんが自死を選んだ理由、もしかするとあのことが原因かもしれない。魔女化進行してたからでしょ。マーゴはしてないのか。飯だってまずいし部屋だって食事の人たち、住居の暗さ、自由のなさ。アリサは何を求めてた？叱ってほしいからだよね。魔女裁判。魔女だよね。このワードを使うのか。アリサちゃんが死んだ理由、それは魔女なんじゃないかな。何か心当たりがあるのかしら。アリサちゃんが魔女のことで思い悩んでいた理由を示す証拠品、それは肉体だよね。魔女化が進行したから。死んでか。
アリサちゃんの体をもう一度見てほしいんだけど、魔女化がすごい勢いで進行してるんだ。昨日の夜に僕が見た時はこんな風じゃなかった。そういえば昨日アティシラがあいつを誘った時も姿を隠すようにして慌てて逃げてったような。もしかしたら自分の体見られたくなかったのかも。アリサさんは優しい人でした。急激に魔女化が進んで殺人衝動が高まり、殺意が抑えられなくなるのが嫌だったのかもしれません。その結果、アリサちゃんは自ら死を選んだんだと思う。僕たちを傷つけないために。そうなのね。そんな。それがアリサちゃんの死の真相だよ。終わった。私たちを守るために。なのかどうなった？操作版の証拠は何？そう。バカじゃん、ほんと。アリサさん。みんな納得してくれたみたいだ。なのか？ところで、質問してもよろしいでしょうか？なのか？これ処刑なんか出ないよね。獄長？何か結論に文句でもあるの？いいえ、文句とまでは言いませんが、なのかの投票。一つだけ気になることがあるんです。素人質問で恐縮ですが、よければ私に教えてくれませんか？牧長か勝負か。操作版なぜ動いたのか。何に答えればいいの？それは、処刑台についてのことです。どういうこと？些細なことではあるのですが、不正がないことを確かめるためにも、どうか私に真相を教えてくださいね。納得できたよね。処刑台動いたの。勝負。牧長と尋問開始。処刑台は、私がリモコンで操作するか、もしくは地下の施設で操作しない限りは動かないはずなんです。ですが、実際に動いた記録が残っています。昨晩から今朝にかけて。これは一体どうして動いたんでしょうね。教えないといけない？勘違いとかじゃねえの？もしくはお前が嘘ついてるか。記録あるでしょ。私はあくまでもこの施設の管理者ですから、嘘なんてついてませんよ。皆さんに言えないことはありますけどね。どうやって動かしたら言わないといけないのか。獄長の言ってる地下ってあの隠し通路のことだよね。でもだとすると昨日の晩に地下に入って何か操作した人物がいるってことで、それってもしかして。まだね。これ言ったらどうなるんだ。昨晩から今朝にかけて。地下で操作した人物がいる。一緒に考えてるじゃん。昨日地下で操作した人物がいるんだ。それは僕だよ。どういうこと？今地下を調べているナノカちゃんの邪魔をするわけにはいかない。朝に処刑台が動いたのは地下にいたナノカちゃんなんだろうけど、ナノカちゃんのことは黙っておこう。まずは昨日あったことの必要最低限の説明だけして。怒られる？大丈夫か？昨日偶然地下に通じる隠し通路を見つけたんだ。そこで僕閉じ込められちゃって、操作パネルっぽいものがあったから扉を開けようとしてそれを触ったんだけど、もしかしたらその時の僕の操作で処刑台が動いちゃったのかもしれない。隠し通路？マッチがなのかの言ってた黒幕だったりしないよな。僕が黒幕だったらこんなこと正直に言わないよ。なるほど。そうだったんですね。どうやら私の疑問は解決したようです。疑問解決して何か言わないの？地下に入ったけど僕は処罰されたりするの？いいえ、別に地下の管理室に入ってはいけないなんてルールはありませんからね。じゃあ極長は隠し通路の存在知ってるのか？よかった。ならもっと堂々と地下の調査ができるかも。ちょっといいかしら。待って。ねえ、メルルちゃん。はい。なんでしょう。何？どうした？アリサちゃんの飲んだ睡眠薬について改めて教えてほしいんだけど。これ自殺かと思ったら違うのか？一度に大量に摂取するとどうなるのかしら。オーバードーズ？それはあの瓶に入っていた分を一気に飲み干してしまったら、まずは昏睡状態になると思います。その後おそらく24時間以内に適切な処置をしないと手遅れになってしまうかと。そんな時間経ってないってこと？やっぱりそういうことなのね。なんでそんなこと確認すんの？アリサは自殺ってことなんじゃ。何か分かったの？そう思っていたわ。自殺かと思った。さっきまでは。どういうこと？昨晩アリサちゃんは睡眠薬を飲んだ。ラベルが違うかった？もし昨夜の時点でアリサちゃんが生きていたとしたら。ある可能性があるのか？ 24 時間昏睡。携帯動かして死んだとかある？投資？それは。その後アリサちゃんは眠った状態で地下に送られた。投資なの？それ他殺に入るの？エマが殺したってことになるの？それならアリサちゃんの死因は睡眠薬によるオーバードーズではなくて投資になるんじゃないかしら。
それって。意図しない殺人？アリサちゃんの飲んだ睡眠薬が過剰摂取しても即死しない。それに合ってるメルルちゃん。はい、さすがに激毒ではないので即死するようなものではありません。であればアリサちゃんは昨晩の時点でもすぐに死んでいなかったはずよ。そして昨日の夜エマちゃんは地下で処刑台を操作したの。待って、そもそも僕が押したボタンが処刑台の操作ボタンだったかは。地下にあったパネルを操作したのであれば間違いないでしょうね。処刑台の昇降ボタンは簡単に押せる位置にあります。他殺になるの？それに昨夜処刑台の昇降は一度しかありませんでした。履歴から確認ができます。じゃあエマッチが操作したせいで眠ってたアリサが地下に閉じ込められたってこと？役者。そうならアリサちゃんを凍死させて殺した犯人はエマになる。桜庭エマちゃん、あなたよ。なのかかぼったりしない？違う、僕が殺したなんてそんなこと。間違いを指摘しないと。いや、自白したよね。これ難しいんじゃないか。桜庭エマ、殺意がなかった。殺意がなかったら通らないな。知らなかったも通らない。殺してない。殺してるよ。殺意の話になるじゃん。殺意がなかった場合は殺人になるのかっていう。違うよ、僕はアリサちゃんを殺してなんかない。それに僕はそのボタンが何のボタンかもわからなかったんだ。仮にアリサちゃんが投資していたとしても殺す気なんてなかった。過失致死。過失致死。ねえ北長、事故で殺してしまった時はどうするべきなのかしら。選択はお任せいたしますよ。魔女を特定するのが裁判だよね。明らかに今魔女じゃないじゃん。魔女を見つけるのが魔女裁判だから。あなたたちが決めることですから。でもアリサちゃんは睡眠薬を自分で飲んだはずだよ。これエマになるな。自殺無理だよな。最初から自殺をしようと思っていたはず。まだあの薬がオーバードーズじゃなくて即死だったらありえるけどね。少なくとも僕はアリサちゃんを殺そうと思って殺したわけじゃないし。本当に睡眠薬飲んだか分かんないの。ですがアリサさんが早く見つかって処置できていれば助けられたかもしれません。でもそれはこれは事故だよ。たまたまアリサちゃんが処刑台にいただけで。本当かよ。またアリサちゃんが。そんなん一つも証明できないだろ。お前が黒幕で地下の仕組みも知ってて狙ってアリサを殺したんじゃねえの？それだったら言わないでしょ。そんなことないよ。どうしてそんなこと。眠っていただけのアリサちゃん、エマちゃんが電気椅子に乗せた可能性はあるんじゃないかしら。そしてリフトを操作して地下へと運んだ。アリサちゃんを凍死させるために。完璧だな。エマちゃんが黒幕ならできたことは。そんなこと僕はしてない。でもしていない証拠はありません。エマちゃんの操作が原因でアリサちゃんが死んだのは確実でしょ。ならエマちゃんに殺意がなかったと証明することなんてできるのかしら。それは。なあ、それなら今までの殺しだって疑わしいもんじゃないの。これまでの裁判でエマッチが率先してみんなを殺していった。いや。違う、僕は真相を明らかにしようとしただけで。そもそもお前が裏で仕組んでただけなんじゃねえの？みんな信用してないな。カンアンとかだってお前が何もしなけりゃ殺しなんてしなかったろ。僕はそんなつもりじゃ。まあ覚醒しない。みんなどうして。違う、僕はやってない。きっとみんなこれまでの魔女裁判で他人のことを信用できなくなってるんだ。みんなの心に疑心暗鬼は広がってる。では皆さんの意見も固まったようですし、そろそろ投票に移るとしましょうか。待って、僕はやってない。みんな話を聞いてよ。それでは投票をどうぞ。終わっちゃうこれ。投票大丈夫か？昨日の夜僕は地下でボタンを押した。そうでしょ。ボタンを押しただけだったの。エマ犯人なの？みんな信じてくれないけれど、本当に僕にアリサちゃんを殺す気なんてなかったんだ。主人公死ぬの交代する？もしかして意味わかんないんだけど。おそらくアリサちゃんはその時裁判所でメルルちゃんからもらった睡眠薬を飲んでいた。自殺をするために。アリサちゃんは裁判所で処刑された子たちのことでも思い出していたのかもしれないね。このまま何も行動しなければ、アリサが自殺で済んだのか。それをエマが装置動かしたことで助け合ってしまった。いやー、なんでアリサここで死ぬんだよ。なんでわざわざ処刑台で死ぬんだよ。なぜそこを選んだ？普通安心できる湖で死ぬればいいのに。なんだこいつ。なんでわざわざこれ頭にはめてんの？けれど、アリサちゃんは睡眠薬を飲み干した後で、一つの問題に気づいたんだ。睡眠薬の瓶には、メルルちゃんの名前が書いてあった。このままでは、
メルルちゃんが疑われてしまう。だからアリサちゃんはメルルちゃんに疑いが向かないよう、慌てて魔法でラベルを燃やそうとしたんだ。でもそのせいで、瓶は砕け散った。その衝撃でアリサちゃんの顔には火傷が残って、そして、意識を失ったんだ。その後、僕は知らずに地下でボタンを押してしまった。それによってアリサちゃんは、地下に運ばれてしまったんだ。あの操作ぐちゃぐちゃで殺人したと思わないの？アリサちゃんは眠ったまま、地下で氷漬けになって、凍死した。これは、事故だったんだ。そして、時間経過とともに、アリサちゃんの凍りついた体は溶けて、その髪や服を湿らせた。アリサちゃんが自殺しようとした理由は、おそらく魔女化が進行していたせい。僕たちをその手にかけないよう、守ろうとしてくれたんだ。だからこれは、僕のせいじゃない。僕が悪いんじゃ、ないのに。殺意はなかったと証明できないもんね。投票によって魔女に選出されたのはエマだった。エマの耳元でドクドクドクと激しい鼓動が脈打っている。そんな、僕がアリサちゃんを殺した。僕が、処刑される。エマさん。どうしよう。目の前がぐるぐる回って視界が歪む。あまりのことに足がガクガクと震え出す。処刑。自分で押さないといけないの。なのか、どうなってんだ？はい。処刑ボタンも皆さん押されましたね。これより、魔女の処刑を執行します。恐怖で立っていられなくなったエマを支えるかのように、監視がエマの体を抱えた。やめてよ。電気数監視の力に抗えず、エマは処刑台の方へと引きずられていく。少女たちを見回すも誰も目を合わせてくれない。どの処刑台にしますかね。桜庭エマさん。選ばせるの？ちょっと忘れてしまったので、この処刑台にしますか。忘れてしまったって何？殺人犯になるとは思ってなかったの？歯車の回転が始まり、中央の台座が入れ替えられていく。ジタバタもがいても、恐怖で泣きわめいても、死にたくない魔女じゃないと叫んでも、監視は離してくれない。おしまいだ。魔女化は進行してないよね。ドクンと、時は大きく鼓動が鳴った。本当にそれでいいんですか？あなたなら、できるはずなのに。何ができるの？これ誰の声なんだ？人が死ぬたびに声になってるよね。エマはずっと耳元で囁かれている。今も聞こえているはずだ。この場にいないものの声なのに、声がどんどん大きくなり続けている。それはエマにとって不思議な感覚だった。指先や顔がムズムズとし、奥底に閉じ込めていた闇が内部から生じて割れて飛び出しそうな。パッとして指先を見ると、爪が尖っているのに、指先がほんの少し変形していた。そこから、でも魔法はなんだ？そんな、僕もとうとう魔女に。震えが止まらず足元から崩れていくそうになる。全てを諦め、聞こえる囁きを受け入れてしまいそうになる。絶望したエマの眼前にゆっくりと処刑台がせり上がってきた。目の前が真っ暗だった。もう何も見たくないと目すらつむった。そのエマの耳に少女たちの悲鳴が届く。これはもう処刑始まってる？これは一体どういうことなの？待て、これ大丈夫か？なのかか？